通勤通学中の皆さん、おはようございます。チリスタジオの世界旅ニュースの時間です。さあ、本日はですね、桑名レトロ商店街の話題になります。一体何が起こっているのか、詳しく見ていきたいと思います。このチャンネルは、通勤通学のお供にちょうど良いチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。実は JR 桑名駅のすぐ横には、商業ビルがあるんですね。このビル、総営メイトと言いまして、1973年にできたビルです。もうかなり老朽化している上に、立ち入り禁止になっているんですね。近くで見てみると、その老朽化具合がもっとよくわかると思います。ほら、なんとも古い感じがビンビンに伝わってくると思います。というのも、2020年7月に閉館になって、そのままなんですね。ほら、立ち入り禁止って書いてある紙自体も取れかかっているほどです。中を覗いてみるとこんな感じ。やばいし、なんか怖い感じですよね。こんな張り紙もありました。もう5年以上も前に貼られたままなんですかね。時計修理センターって、その前にビルを修理しろよって誰もが突っ込みしそうですね。いや、多分誰もそんな突っ込みしませんね。すいません。このビルを裏から見るとこんな感じ。多分近いうちに解体されると思います。昭和の雰囲気を残す味のあるビルだけに解体は残念ですね。ということで、なぜか不穏な雰囲気で始まってしまいましたが、そんな古いビルのことは忘れて、さっさと次に行きたいと思います。そもそも桑名駅ってどこにあるのか？三重県にあります。四日市市の北の方です。そして、このチャンネルでは、やっぱりレトロ商店街を紹介していきますよ。行くぞ！ここは桑名一番街。しかし、入り口に車止まったんやんけ。ここに入ってくるものを阻むために置かれているのでしょうか。だとしたら、何か隠したいものでもあるということでしょうか。一体犯人はなぜ、このような細工をしなければならなかったのか。そこに今回の事件の謎があると、私はそんな気がするんですよ。まあ、別に事件なんて発生していないのですが。すいません。とんだ茶番に付き合わせてしまいました。よろしくお願いします。いや、しかし、あれ？これはもしかして、探偵社じゃないですか。これはやっぱり事件の匂いがしてきます。5人に1人以上が不倫経験なり。だって、やばいじゃん。一体日本はどうなってんねん。レトロ商店街と思ったのですが、意外と近代的な感じですね。そういう時はお得意の3倍速です。これはアミューズメントパーらしいです。なんやそれ。なんとお店は夜の9時から朝の5時まで。C 社は3000円。C 社って結構お高いんですね。ここはそんなにレトロっぽくないし、今の時間、お店も開いてないし、まあスルーしますね。今の桑名一番街の近くに別のレトロ商店街があるんですよね。金田商店街。こっちの方が昭和レトロでいい感じに錆びれてます。ここもかなりお店やってないんですが、上のお店の看板が見どころですね。看板の多さに比べてお店があまりない気がするのですが、看板だけ古いまま残してるってことでしょうか。まあ、上の看板はシールか何かを貼れば差し替えできそうなので、お店変わっても看板ごと変えなくていいので、地球に優しいレトロ商店街ですね。しかし銀座って日本にどれだけあるんだろうか。さて、周辺も見ていきますよ。こんな大きな看板がありました。北野武監督17作目のロケ地って書いてありますね。その映画を調べたら、雄三と7人の子分たちだそうです。見てないから知りませんが、その映画にこのお店出てくるんですかね。まだ昼なので閑散としてますが、ここは飲み屋街なのではないかと思います。さっきの看板のお店ですね。ここで映画のロケやったのかな。熟女キャバクラだって。しかし熟女って何歳くらいの女性のことなんだろう。他にも夜のお店があるみたいですよ。この辺、夜はどうなってるんでしょうか。まあ、私はお酒飲めないので、こういうとこ来ないんです。お、昭和レトロな夜のお店がありました。看板の電飾もいかにも昭和のままですね。店名もキャバレー花園って、昭和のセンスですね。調べたら、キャバレー花園ってチェーン店みたいで、名古屋中心に7店舗あるらしい。全く役に立たない豆知識ですいません。この辺りはこんなお店ばかりですね。なんか、いつの間にかいかがわしい通りに来てしまったのか。ここも怪しい通りですね。錦通りだって。ここも飲み屋街っぽいわい雑な感じなので、今の時間はお店やってません。
なので、こんな通りの雰囲気だけ見てみます。夜はお店開いてるんだろうな。参考までに、他の夜の桑名の繁華街の動画見たのですが、お店はやってそうだけど、通りに人が全然いなかったんですよね。まあ、知らんけど。なんか、気持ちがすさんできたので、別のレトロ商店街に来ました。寺町通り商店街。ここは、桑名駅からはちょっと離れたとこにあります。桑名って焼きハマグリが有名らしいです。なので、ハマグリのキャラがあるみたいですね。じゃあ、今からこのレトロ商店街を探検しちゃうぞ。入り口のプロメナードはちょっと綺麗な感じですね。ところでプロメナードってどういう意味？なんとなくかっこよさそうだなって思って言っちゃいました。使い方、合ってる？ところで、なんやこれ。あんまりレトロっぽくないやんけ。アーケードの屋根とか、結構新しいんとちゃうんか。なめとんかって思いました。残念でした。実は、かなりレトロな店構えのお店が集まってるんですよ。出ました、焼きハマグリ。さすが桑名の焼きハマグリですね。でも2個1100円は高いな。お、来ました。レトロの店構え。なんやねん、このテトラパックみたいな看板は？そもそもテトラパック自体知ってる人はあんまりおれへんがな。仏壇のお店だ。しかし、仏壇ってそんなに売れるのかな？ね、通りは結構綺麗だけど、お店は昔からって感じの雰囲気がありますよね。チェーン店も少なそうだし。どうですか？このレトロ街。味のある店舗デザインですよね。しかし、斜めって言いにくいな。舌噛みそう。ここは地味ながら昭和のお菓子屋さんって感じですね。子供の頃、こういうお店にお菓子買いに行ったな。喫茶、コーヒー、軽食のお店。お菓子のファミレスって感じかな。でも残念ながら閉まってました。ここは雑貨屋さんかな。店名が金時ってのが昭和のセンスですね。でも、金太郎ってどんな話か全然思い出せない。熊と相撲を取ったんだっけ？これはすごい圧縮陳列ですね。ドンキホーテに負けてない。昔の商店街には必ずこういう和菓子のお店ありましたよね。ちゃんと店内で作ってるんですよね。私はくず餅が大好き。これは和服のお店ですね。飯店とか門店売ってる。最近だとこういうお店珍しくなった気がしますね。また仏壇のお店だ。そんなに仏壇って需要あるの？お店の前に白い像。そしてこのポエム。ファンタジー。ビューティーショップって何のお店？カバン売ってるみたいだけど、この店もレトロっぽいですね。特にフォントが。ワーク&カジュアルだって。つまり作業着の店？ワークマンみたいなもんかな。これノー帽子って言うんですね。初めて知った。いろんなデザインがあっておしゃれ。ということで、桑名の商店街巡りはこれで終わりです。今回、最初はホラーっぽく始めたのに、途中で雰囲気変えたけど、そういうのやったら良くないって YouTube 動画のセオリーでみんな言ってるんです。でも、どうせいつも再生数がそんなに伸びないので、まあ変わらないかなって。それとも最後までホラーっぽい演出の方が良かったかしら。まあ、これからもいろいろ試してみたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。ではまたね。